それでは早速下暗記実装されたら、最強キャラで出てきそうなキャラランキング第5位は、奥野田美代ちゃんだぜ。東方ロストワード界超絶優遇キャラ。まず奥野田美代ちゃんとは、東方プロジェクト公式書籍、東方水鳥花の主人公。東方水鳥花は妖怪たちが酒を交わし合うという雰囲気なのでのほほんとした作品かと思いきや、シリアスさもあるという非常に面白い作品です。その美代ちゃんは人間の里にある居酒屋、芸丼亭の看板娘だぜ。クジラをモチーフにした帽子をかぶっているのが特徴で、本人曰く座敷わらしの妖怪らしい。見ての通りその親しみやすさからか、みんなから美代ちゃんと呼ばれていますよ。実際に美代ちゃんは性格も基本的にめちゃくちゃいい子で死ねるほど天使。そんな美代ちゃんは東方ロストワードで超絶優遇キャラ、なんとルイチキャラが出ていないにもかかわらず、エピックキャラとして登場させたんだ。ロスワさん、我慢できませんでした。なぜ C さんのエピックキャラから出したのかというと、まだ美代ちゃんは書籍で正体もまだ不明で能力も不明だったんだ。少し前に出た最新刊でやっと5巻で正体が判明しましたからね。だからルイチでは出せなかったんだけど、制作者陣の相当お気に入りのキャラなのか、わざわざ別の世界線という形でエピックとして早速実装したんだよ。ロスワさんは書籍ネタ大好きですからね。これは異例中の異例のことで、東方プロジェクト人気投票ランキングでいきなり50位台を叩き出した、東鉄優までさえも行っていない。このことからもめちゃくちゃ優遇されているキャラなんだ。エピック美代ちゃんは実力も全キャラ最強キャラクラスで、えぐいほどの回復量と、超絶的な火力、さらに2ブーストしたスペル2を使うだけで、6枚の凍結付与即座のブレイクを行うことが可能な化け物みたいなブレイク性能を持っていて、コウマ島で連れて行ってもこの子単体で勝てるほどのパワー性能を持っているんだ。キャラがまだ認知されていないから、キャラランクであんまり前に出れていないけど、キャラパワーは間違いなくトップクラスですよ。さらに一番注目すべきはバストサイズ。これが噂で聞く芸丼亭の名物料理か。前に紹介した巨乳ランキングでも言ったが、ロリタワワキャラは美代ちゃんだけという優遇点もあるんだよ。生まれ変わったら挟まってるペンになりて。このように、東方ロストワード界で非常に優遇されているキャラ。なので間違いなく L1 世界の美代ちゃんは L1 キャラ、または工場の中でも最強クラスのキャラになるのではないかと思うんだよ。美代ちゃんの正体は判明しましたが、能力についてはまだ不明点が多い。原作では霊夢が記憶を操作する能力かもしれないと言っていて、可愛さと裏腹にとんでもなく凶悪な能力を語っていることから、マジでルイチの中では化け物クラスでの実装の可能性がありますね。多分、エピックで火力を出せるキャラだったから、L1 はサポーター系で差別化するだろうね。回復はエピックに受け継がれて、バフとデバフを張りまくって、火力はそこそこだけど、地味にブレイク性能があるみたいな完全サポ型みたいになりそうだぜ。それめちゃくちゃありえそう。解説者はキャラを平等に扱った方がいいと思うんだが、原作の美代ちゃんの可愛さは異常すぎるからもっと認知されてほしいキャラの一人だよ。ロスワさんが優遇したい気持ちすっごくわかる。ただ最近は、美代ちゃんの同人誌が増えてきていたので、認知され始めていますよ。もし公式漫画作品の東方水鳥花と美代ちゃんについて詳しく知りたい方は霊夢さんの方でわかるから見ておくといいぜ。それにしてもマリサさんも美代ちゃん持ってたんだ。私も美代ちゃんに過去の記憶消してもらいてー。死ぬほど笑った。それでは、次に紹介する最強未実装キャラランキング第4位は、魔界の創造神、神器だぜ。神器様の実装マジであり得るの？私はあり得ると思うよ。神器は魔界の生みの親にして、旧作最強キャラと名高いキャラクター、自称魔界の神であり、魔界に存在する全てのものを作り出した魔界の創造主だぜ。魔界を作り出したなんて、規模がえげつないですよ。魔界は現在の東方プロジェクトでも登場していて、聖ベクレンが封印されていた場所だ。あまりにも神展開すぎましたね。また東方怪奇団の5面ボスである夢子は、神器によって作られていることが6面の会話で言われているぞ。神器は自分の作った存在にすごく愛情を注いでいて、夢子ちゃんとちゃん付けで呼ぶんだよ。とんでもなくすごいお方がちゃん付けで呼ぶなんて可愛すぎる。ロスワの神器の役割としては魔界で作り出したアリスマーガトロイドの復活だ。これは急展開すぎてビビりましたよ。ロスワでも大きな役割が与えられた彼女がプレイヤブル化される理由としては、この東方ロストワードに完食しまくっているからなんだ。特にもう一人の旧作から立ち絵を獲得した岡崎夢美がいるんだが、この子が東方ロストワードの鍵を握る一人だと思ってもいいだろう。東方ロストワード第4章を見てみると、岡崎教授が乗ってきた可能性空間移動船と思われる船があったり、レリック昨夜のストーリーでは他の旧作キャラと共にサポートしていたりと、かなりストーリーに干渉しているんだ。確かにここまでストーリーに干渉されているとなると、プレイヤブル化は不思議じゃない？むしろされるべきでしょうね。めたい話、10億円までキャラまでのフェスキャラがいなくなるしな。ガチャ区分は流れで言うとフェスなんだが、もしかしたら超フェス枠とかにもなるかもしれない。そんな新規は二次創作設定でアリスの創造主、つまり母親という立場にあるわけだから、かなり強くなることが期待できるだろう。なんといっても魔界を創造していることもあり、
魔法使いの始祖でもあるというとんでもない人なので、フェスとは思えないようなキャラパワーを出してくるでしょうね。キャラ性能は技巧式の暗闇を張りまくれて、自分にもバフをかけてラストワードはある意味弟子に当たる、聖白蓮の新規の弾幕を意識したスペルカード大魔法魔人副将2の元祖弾幕で超絶火力を出せるみたいな感じになるだろう。それは激アツすぎてやばい。早く実装されてほしいですよ。なんといってもあのペコちゃん顔が可愛すぎるんだよな。絶対ホーム画面で人間ちゃんって呼ばれてロスはお得意の膝枕よしよしをやってくれそう。めちゃくちゃありえそうだなそれ。ということで次に紹介する未実装キャラ最強予想ランキング第4位は旧作レイム&マリサだぜ。こんなん絶対課金もんやん。デザインが完璧すぎるよな。まず旧作レイム&マリサについてなんだが、そのまま東方プロジェクトの旧作と呼ばれる PC98 時代でプレイできた東方プロジェクトの時のキャラクター。レイムは主人公でマリサはもともとレイムの敵キャラとして登場したキャラクターですよ。レイムの宿敵であるミマの弟子でミマ様と慕っているんだ。今回のランキングに入れてはいないが、なんと最近ついに立ち絵も登場させていて、現在のマリサと旧作マリサは別人の設定で扱っているぜ。ミマ様ついに登場したんだ。中央円が落ち着いたら出しそう。そんな旧レイマリなんだが、区分としては超フェス7割って感じだな。あとの3割はフェスかエピックって感じですね。シンプルに超フェスで登場してほしいキャラクターだよな。超フェスはリリックキャラクターやピックキャラクターと違って限界突破素材が簡単に手に入りやすくて、育てやすい。しかも最近の超フェスキャラクターは数が多くなり、競争が激しいのでエピックレリックの領域に入り込むほどのキャラパワーを持つものも現れていますよね。そう、なのでエピックとレリック並みのパワーを持っているのにもかかわらず、初心者でも育てやすい。超フェスの片白の配布量は増加しているし、イベント周回では累計ポイントでもらえるけど、若干レリックエピックの片白交換より入手難易度は優しいですしね。そしてレイマリということで間違いなく主人公補正がかかってかなり強く参戦させることになるだろう。それは間違いないですね。あと、旧作からの登場も初となるはずであり、東方ロストワードは初めての区分キャラクターは強キャラにする癖があるからかなり期待ができる。こういった理由からこのランキングで第4位にさせてもらったぜ。しかし私の予想通り超フェスならエピックの上位層に入れるかというと、微妙だと思うから4位に落ち着いたという感じだな。しかし、育てやすさから言うと総合的にトップクラスのキャラクターになるのは間違いないでしょうね。それにしてもデザインが完璧すぎるよな。レイムはお目目パッチリでめちゃくちゃ優しそうな雰囲気があって可愛い。原作での正体派芝居多妖怪をコレクションにするというサイコパス思考なんですが、マリサは片目が隠れて現在のマリサとは違って女性らしく色っぽさが目立つよな。このキャラ S すぎますよ。原作ではヤンデレカのような笑い方も披露していて、マジで紳士の性癖をくすぐるキャラクターだ。欲しい？これは欲しすぎる。そしてプレイヤブルキャラ化についてなんだが、旧作キャラクターのプレイヤブル化については、1.5 周年記念生放送で一度だけ言及がなされていたんだ。その時に登場したレイム、マリサについて、現段階では物語に登場するだけのキャラクターであるということが明言されていたんだ。ただし、よく聞くと現段階ではと言っているから、私的にはプレイヤブル化はかなりあり得ると思われるぞ。なんせわざわざあそこまで広がりを見せているからかなりあり得るだろう。旧作キャラの立ち絵も増えてきたからさすがにあり得そう。これにより、早ければ今年中には実装されそうだ。楽しみすぎますね。来るなら、半周年の第2弾あたりかな？区分がおそらく超フェスなので来るタイミングがわかりづらいが、そう遅くないだろう。私の予想では、11月8日だと予想しているぜ。なんでいいおっぱいの日なんだよ。さて、東方ロストワード未実装最強キャラランキング第3位は盲目エイリン先生だぜ。エイリン先生のメガー。すでにシルエット自体は随分前から登場していたんだが、第4章第4編でシルエットなしの立ち絵と二つ名が正式に登場しているぜ。エイリンは超フェスエピックレリックなどで実装されたことは一度もないので、キャラクターの特徴や順番的には超フェスが妥当なところだな。ただしシナリオ上ではこれまで超フェス源として登場した平和インジュンタクインマリーンジアイン4人のキャラクターたちのさらに上という存在。その辺を考えるとエピック限定として登場する可能性なんかもあるでしょう。どちらにせよ、最強クラスの性能を持ったエイリンはこれが初ということになるでしょうね。エイリンというと、もともと月の都創設を貢献した月の賢者で、蓬莱山かぐやの教育係を務め、その頃にかぐやの依頼でかぐやの能力により蓬莱の薬を作ったという天才中の天才。原作でもそのインテリさを発揮している場面が見られるが、東方ロストワードのストーリーでも的確な計画を見せているな。このエイリンは2022年10月、レリック昨夜の記憶遺跡でシルエットのみが先に登場していたんだが、メイン探索第4章第4編のシナリオで正式に立ち絵その他が公開されたんだ。まだ立ち絵が登場したのみで、スペル演出やら SD キャラはまだ見れず、出来上がっているかも不明なので現時点ではいつ実装されるかはわからないな。いつ出るかわからないけど、優秀な禁止解除持ちになりそう。このエイリンが最強である理由は2つ。そもそもエイリンというキャラクター自体がとんでもないキャラクターであること。
そして2つ目は2021年に登場して今でも大活躍できるほどのキャラパワーを持った、超フェス若月姉妹や、超フェスカグや、超フェスサグメたちのトップにいるということ。この有能すぎる B さんキャラクターのラスボス的な立場にあるから絶対ヤバいキャラだろう。なんといっても目に包帯ですからね。呪術廻戦の五条悟だったり、ボボボーボボーボボのドンパッチしかり、目に包帯キャラは最強と受け継がれていますよ。その考察めちゃくちゃメタすぎでしょ。このキャラはレリック昨夜から一応登場しているんだけど、実装についてはまだ先になりそうな感じがあるな。立ち絵公開も少しだったからもうちょい活躍してからな感じっぽいですね。デザインとしては若干危険な香りがするが、母性感溢れている感じもあっていい感じだぜ。盲目エイリンとかなんといっても、S すぎだしな。もともとアダルティックに強いエイリンだけど、盲目は神だよ。ただ一つ気がかりなことがあるんだ。医者が目が見えないって致命傷すぎでしょ。そのことについては暗黙にしときなさい。それでは東方ロストワードに実装最強キャラランキング第2位は、コウマ教スカーレット姉妹だぜ。もはやスカーレット姉妹のバーゲンセール。仕方がないかもだけど正直多すぎ問題だよね。そんな新たなスカーレット姉妹は一応かなり前から名前やシルエット、断片的なセリフだけは登場していたキャラクターなんだが、レリックフランの記憶遺跡にてついに立ち絵が公開されたんだ。この子たちもまだ判明しているのは立ち絵のみで、SD キャラやスペル演出なども確認されていないので実装がいつになるかについては、まだまだ先になりそうなんだが、ストーリー上でも重要なキャラクターになりそうで、新年、4周年キャンペーンなどの目玉キャラになりそうだな。正直スカーレット姉妹やシュはもうお腹いっぱいなところありますよ。結構これについては不満の声も多くあり、スカーレット姉妹や人気キャラランキング上位ばかりだから、他のキャラも出してほしいという声が多いな。それでも出すということは、やはり回してくれやすいんだろう。まあレイム&マリサに次ぐ東方プロジェクトの顔ですもんね。なので仕方がないといえば仕方がない。だがなんとこの子たちでデレミフラは6人目です。ちょうど6人だからスーパースカーレット陣ゴッドになれちゃうじゃん。死ぬほど笑った。ただやっぱり、そろそろ妙蓮寺一家と家臣霊廟組、交流道組の別バージョンとか入れていってほしいところだよな。それはさておきコウマ教スカーレット姉妹は間違いなくガチャ形式はエピック限定、またはあるいは新たなガチャ区分で登場しそうなキャラクターだろう。ありえそうですね。来年の4周年、または半周年ぐらいに新たな形で実装されそう。ただ、流星教と呼ばれたマリサは黒幕を自称していて、シナリオ上でも極めて重要なキャラクターになりそうで、クジャク教コウマ教無双教などもまだ詳しいバックボーンは判明していないものの、やはり重要な存在になりそうだな。多分黒幕は別だと思うけど、間違いなく、このゲームにおいて重要キャラなことから彼女たちは2022年に実装されたら青レイムや白小石といった革命児キャラのインフラを感じさせる性能として登場しそうだぜ。式に関してはレミリアがアタッカーで、フランドールが破壊式というのが望みだな。間違いないですね。頼むから根っからの防御式はダメぞ。また新たな区域として実装された場合は、通常とは違う新たなラストワードやスキルを獲得してほしいところだぜ。ちなみにレミリアなんだが、おそらくオマージュされたレミリアなんだ。このレミリアって完全オリジナルじゃないの？ああ、おそらく元ネタはコウマ城レミリア。コウマ城は2009年に同人サークルフロンティアアジャより発売された横スクロールアクションで、スイッチ版にリメイクされてめちゃくちゃ人気のゲームじゃないですか。そう、そしてレミリアのコウマ城伝説版エクストラカラーのフィギュアとそっくり。確かにポーズはほぼ同じで、デザインもよく似ているよ。たまたまかもしれないんだが、輸入している可能性もあるな。まあ私の妄想程度で捉えてくれ。さて、栄えある未実装最強キャラランキング第1位は、竜言語の黒魔法剣士、霧雨マリサだぜ。通称は漆黒のマリサ。強さの期待値も1番だけど中2巻も1位。黒マリサはメイン探索第4章第2編第4節早すぎた結末第6話にて敵として登場し、スペルの一部などが判明しているキャラクター。2023年新年明けで、顔出ししたことから今年の3周年に来そうな感じがあったんだが、水着レミフラだったんだ。確定だと思って前日にこんな動画も出しましたしね。マリサ部長白露歴史を作りました。このマリサはまだプレイアブル化として登場していないにもかかわらず、かなりの人気を集めているんだ。おそらく F の世界群なことからストーリーにも超重要キャラクター。スペルカード、曲もめちゃくちゃかっこいい。また青レイムと対になるような雰囲気があることからも、ロスワにとって重要な節目である周年記念で登場してほしいところですよ。ファンにとっては、何年も最強で居続ける青レイムのような圧倒的な最強キャラを望んでいるキャラだろう。そのため先ほど紹介したコウマ教レミフラより先に、新たなガチャ区域として登場もあり得るだろうね。東方ロストワードは何でも最初のキャラは最強キャラにする傾向にあるので、そうなるとかなりの期待がありますよ。このように主人公補正、新たな区域の筆頭キャラクター、人気の高さなどの観点から一番にさせてもらったぜ。予想というより、期待に近い何かがありますね。間違いないな。一応黒幕とも自称しているし、ストーリーにも大きく関わっていることだから、弱いなんてことはまあないだろう。
今年の下半期は一応、ライバル関係でもある東方弾株の新作や、新たに参入する警部の東方アプリも登場するので今後の東方ロストワードがどうなっていくのか期待ですよ。かなり路線変更する可能性もあるし楽しみだぜ。視聴者さんが今後実装されてほしいキャラがいたらぜひコメントで教えてくれよな。また誰でも簡単に7日でできるロスワの最強アカウント作成方法も解説しているのでそちらも見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。